韓国ファンの推し活物語。韓国ファンの HKT48 全国ツアー広島公演参加期第1話。皆さんこんにちは。韓国で HKT48 チーム K4 の江口ココアちゃんを応援しているものです。先日2026年8月11日に広島の上野学園ホールで HKT48 の15周年記念全国ツアー広島公演が開催されました。前月の大阪公演に続いて2回目の全国ツアー公演でした。前回の大阪公演とは違い、今回は1泊2日で行ってくることにしました。こうすると公演当日の早朝便で行くことになります。幸いなことに韓国のインチョン空港から広島まで行く朝の便がありました。朝7時45分にインチョン空港を出発し、9時30分に広島へ到着予定のフライトでした。広島公演の昼公演の開演が12時なのでちょうどいいスケジュールでした。最近韓国では日本の地方都市旅行ブームが起きていて、このように日本各地へ運航する LCC の便がたくさんあります。そのおかげで私もこうして当日に広島まで快適に行けるようになりました。逆に日本側にとっても地方都市が観光客を誘致できますし、日本の地方都市の人たちも気軽に韓国へ来られるというメリットがあると聞きました。ただフライトの場合、使用機到着遅れや安全上の問題で遅延する可能性があるというリスクはあります。実は私も昔東京に行く時に飛行機が遅延して午前のスケジュールを逃したことがあります。そのため当日のフライトでコンサートに行く場合、遅延でコンサートを見逃すリスクも少しは覚悟しなければなりません。それでも広島の全国ツアーを見るにはとても良いスケジュールだったので良かったです。計画では午前9時30分に広島空港に到着した後、空港リムジンバスに乗って中筋駅のバス停まで行き、中筋駅から広島の新交通システムであるアストラムラインに乗って白島駅まで行けば、白島駅のすぐ近くにある上野学園ホールに到着できます。実は私鉄道ファンでもあるので、今回アストラムラインに乗れると思うとワクワクしていました。実は私広島には以前かなりよく来ていました。 HKT に本格的にハマる前に STU48 も応援していたからです。なので広島で路面電車にはよく乗っていました。ですが新交通システムであるアストラムラインに乗る機会はありませんでした。私が幼い頃、1994年の広島アジア大会の時に韓国のニュースでこのアストラムラインを見たことがあります。自動車と鉄道を組み合わせコンクリート軌道をタイヤで走る列車というコンセプトがとても不思議でした。最近は韓国でも新交通システムは珍しくありませんが、それでも子供の頃に初めて知った広島のアストラムラインに対する憧れがあります。ちょうど今回の広島公演の移動ルートがアストラムラインによく乗るルートでした。なので今回は HKT だけでなくアストラムラインもたくさん体験してみることにしました。とにかくこのような計画で広島の全国ツアーに参加することにしました。朝7時45分の飛行機に乗るためには家を夜中の2時半に起きて3時30分には出なければなりません。ですが私はここ3年間の日本遠征推し活のおかげでこういったスケジュールには慣れています。なので前日の8月10日も特に心配することなく家で早く寝ようとしました。夜8時に寝て翌日の夜中
2時半に起きるのが目標だったのですが、問題は寝る前にココちゃんの X を見ていたら、ココちゃんが X に初めて登録した時に投稿した写真を見てしまいました。その写真があまりにも爽やかで可愛くて、ドキドキしてしまって予定時間を過ぎて遅く寝てしまいました。それでもスマホ2台にアラームをたくさんかけておいたおかげで、夜中の2時半に無事起きることができました。起きて簡単に顔を洗って時計を見たら2時44分ですね。これなら早起き大成功です。起きて一番最初に推し活遠征のチェックリストを最終確認します。推し活遠征はとても複雑なので、このようにチェックリストを作って事前に持ち物やスケジュールを確認しています。しかも国内ではなく海外の日本に行くので、なおさらチェックリストで徹底的に準備しなければなりません。ただ当日の早朝に全てのチェックリストを確認することはできないので、残りのチェックリストは2週間前に全て確認しておいて、出発当日の早朝は6つの最終確認項目だけチェックして出発します。パスポート、財布、メインのスマホ、推し活用のスマホ、コンサートチケット、三股充電ケーブルです。一番重要な持ち物だからです。こうして最終確認を終え、ついに家を出て空港バスの乗り場に向かいます。ココちゃんのビブスを着て出発するので、今からワクワクします。誰もいない静まり返った夜道を歩いて空港バスに乗りに向かいます。今日たくさんの素敵なことが私を待っていますよね。世界で一番幸せで胸が躍る瞬間です。ちょうど空港バスの始発が待っていますね。路上で待っていて、出発時間になったらバス停に来るはずです。まるで鉄道のようです。鉄オタとして気分がいいですね。もう空港バスのバス停が見えます。連休の時は始発を待つ人が多いのですが、この日韓国は平日だったからか人がいません。なのでココちゃんのうちわを取り出して一度撮影してみます。空港バスの始発が到着します。これから空港バスに乗ってインチョン国際空港へ出発します。最初はバスの中の乗客が私一人だったんですよ。ですがカンナム駅を過ぎると人がたくさん乗ってきて、あっという間に満席になりました。日本のファンの方もカンナム駅はよくご存知だと思います。午前3時のカンナム駅はこんな感じです。こうやって繁華街の早朝の様子を見るのが好きです。なんだか独特な雰囲気と言いましょうか。以前の東京ハイタッチ会の動画で私が秋葉原の早朝の様子が好きだと言いました。カンナム駅も
早朝は似ている気がします。空港バスはカンナム駅を過ぎ、ソウルの都市高速オリンピックで路を走ります。最近日本の観光客にも人気のある韓岸公園が見えます。韓岸公園でラーメンを作って食べるのが日本の観光客の間でブームらしいですね。日本のアイドルが韓国に来る遠征動画でもよく見かける光景ですね。川の対岸には高層ビル群の夜景が見えます。ヨイドエリアに入るとビル群の間を走り抜けます。空港バスの始発に乗るとこんなに素晴らしい景色を眺めながら移動できます。バスから外の景色を眺めていろいろな思いにふけります。こういう時間もいいですね。バスはいつの間にかソウルを抜けインチョン空港に向かって走ります。そして橋を渡りインチョン空港がある島ヨンジョンドに到着します。空港に近づくとさまざまな貨物関連の建物が見え始めます。そして空港に到着します。バス停から空港まで1時間ほどかかりました。早朝のインチョン空港です。さすがは空港、結構人がいますね。案内掲示板を見ながら今日乗る飛行機の搭乗口を確認します。そして空港の全景を一度見渡してみます。まず空港の両替所に立ち寄り、両替しておいた日本円を受け取ります。近所の銀行でやると長く待たされますが、ネットで事前に両替して空港の両替所で受け取るとスムーズです。それにしてもココちゃんのビブスを着ているから韓国の人たちは特に気にしていないようですが、日本の乗客の皆さんはちらちら見てくる気がします。というわけで代わりに紹介します。HKT48 のココちゃんこと江口ココワです。日本の乗客の皆さん、日本に帰られたらココちゃんをたくさん応援してくださいね。ちなみに空港に来るときはいつも空のペットボトルとスティックコーヒーを持ってきています。出国審査の前の手荷物検査で液体類を持ち込めないので、免税エリアには水を持ち込むことができません。そうなると免税エリアでまた水や飲み物を買って飲まなければなりません。ですがこうして空のペットボトルを持って免税エリアに入って、免税エリアの給水器でお水を汲んで飲めば節約にもなって便利です。ケチくさいと思われるかもしれませんが、ですが海外推し活のために
頻繁に日本へ行っているので、節約しないとココちゃんに会いに行けません。特に海外での推し活の場合、海外旅行の雰囲気に浮かれて無駄遣いしがちです。だからこそ雰囲気に流されず、徹底的に節約しなければなりません。空港だからといって特別なことはありません。バスターミナルや駅と同じような場所です。私は節約のため空港で免税店には目もくれません。正直免税店には私が買いたいものもありませんしね。私が買いたいものは HKT48 のコンサート会場のグッズ売り場にあります。とにかく出国審査を終えて搭乗ゲートで待ってから飛行機に乗りました。実は搭乗ゲートの前で待つ時間もすごくワクワクする時間です。搭乗ゲートの外には飛行機がずらりと並んでいて、イヤホンからは HKT の曲が流れています。ドキドキして席にじっとしていられませんでした。高い免税品を買わなくても、高級なラウンジに座っていなくても、今日の HKT のコンサートを楽しみにしながら搭乗ゲートの前で搭乗を待つこの瞬間が本当に幸せでした。飛行機に乗り込みました。チェジュ航空の広島行きです。先ほど私は海外推し活のために節約していると言いました。ただ肝心なところには少しお金を使う部分もあります。当日便でコンサートに行く場合、事前座席指定で前方の席を予約します。そして荷物は預けず、機内持ち込み用のキャリーケースを持って搭乗します。日本に着陸したらすぐコンサート会場に向かわなければならないので、いつも時間が足りません。そのため少しお金を払ってでも前方の席を予約し、飛行機から降りる時間を早めます。飛行機から早く降りられれば入国審査でも前の方に並べるので手続きが早くなります。荷物を預けなければ手荷物を探す必要がないので、キャリーケースが出てくるのを待つ必要もありません。コンサート当日の飛行機は時間との勝負なので、この2つは常に守るようにしています。機内食が基本つかない区間ですが、事前にサンドイッチを注文しておきました。日本に到着してからご飯を食べる時間がないからです。飛行機は韓国のサンガを越えて韓国と日本との間の海を通過します。白い雲の海がとても美しいです。 HKT のコンサートとココちゃんに会いに飛行機で行く途中のこと。目の前に広がる美しい空の風景をうっとりと眺めます。実は普段窓側ではなく通路側の席を予約していました。着陸後降りるとき少しでも早く降りられるからです。ですがこれまでの経験上、前方の席を予約すれば窓側でも早く降りられます。なので今回は空が見たくて窓側の席を予約しました。日本へコンサートを見に行きながら飛行機から
空を見るのがこんなにもワクワクすることだなんて。なぜ今まで窓側ではなく通路側にこだわっていたのか後悔しています。窓の外に徐々に広島の街並みが見えてきます。そして瀬戸内の美しい海が見えます。そうして広島空港に着陸しました。広島空港で入国審査を終えた後、税関を通過するとき、税関職員の方が私にどこへ行くのかと尋ねてきました。HKT の推し活のために日本によく来ていて、来るたびに1泊2日の弾丸旅行で来ているため、空港の税関でなぜこんなに頻繁に短期間で来るのかと聞かれることが多いです。今回の広島空港でもそうだったのですが、私がアイドルグループ HKT48 のコンサートを見に来たというと、税関職員の方が笑顔で「広島でするんですか?」と言って「楽しんできてください」と応援してくれました。空港リムジンバスのチケットを買うため国内線到着ロビーへ移動します。1500円を払ってバスのチケットを買います。歓迎の電光掲示板を見ると広島に来た実感が湧いてきます。これからバス乗り場へ向かいます。中筋駅へ行くため広島バスセンター行きのバスに乗る予定です。バスに乗って高速道路を通り広島へ向かいます。青々とした山の中を走るこの感覚が好きです。やがて広島の市内が見えてきます。料金所を通過して市街地へ入っていきます。中筋駅のバス停で降ります。歩道橋を通ってアストラムラインの中筋駅へ向かいます。
日本はこうやって公共交通機関の乗り継ぎがスムーズにできていますね。ついに中筋駅のホームに入りました。子供の頃ニュースで見てからずっと気になっていた広島アストラムライン HKT のコンサートのおかげで乗ることになりましたね。広島カープのマスコットが描かれていますね。そして私が乗る本通行きの列車が入線してきます。列車で市街地を走り抜けるこの感覚、鉄オタとしてたまらないですね。車内の電光掲示板を見るだけでも気分が上がります。祇園新橋北から不動院前までの列車広報、展望、映像です。日本の列車にはこうやって前面や後面の窓があって本当に最高です。鉄オタなので鉄道ゲームももちろん好きなんですが、前面や後面の景色を見ていると鉄道ゲームをやっているような気分になります。白島駅に到着して歩道橋を通って外へ出ます。ついに本日の戦場、上野学園ホールが見えてきました。早朝に韓国の家を出発して今ここ広島の上野学園ホールに到着しました。飛行機と鉄道を発明してくれた方々に改めて感謝ですね。技術がオタクを救いますね。歩道橋を降りてコンサート会場へ向かいます。日本はこうやって都市ごとに歩道橋やスカイウォークが発達していていいですね。公共交通機関との連携もそうですし、スカイウォークもそうですし、歩行者中心の交通文化とでも言いますかね。韓国は車と道路中心の文化のように思えて残念に思うことが多いです。運転が好きではなく鉄道が好きな私としては日本のこういう交通文化が気に入っています。開園までまだ時間があるのでしばらく時間を潰してみます。天気がすごく暑かったです。幸いホールの隣に川辺と森がありました。
こういう防虫の勘が好きです。これから列に並んで昼公演に入場します。コンサートホールの外観はかなりクラシックですね。入場するときにメンバーがランダムに描かれた紙チケットを配ってくれました。先輩、今日よろしくお願いします。ロビーには様々なフラスタがあります。ここ広島を拠点に活動する STU のフラスタもありますし、前回大阪公演でお世話になった NMB のフラスタもあります。そして昼公演が始まりました。昼公演の席は16列目でした。前回の大阪公演の時より前の席だったので良かったです。両席をくださったアイドルの神様、ありがとうございます。そしてココちゃんにも感謝します。まあココちゃんに感謝することなのかは分かりませんけどね。でも昼公演中ココちゃんに本当に感謝することがありました。ユニットコーナーでココちゃんがなんとワルキーのソロステージを披露してくれました。48グループのファンならこの曲をソロで歌うことがどれほど大きな意味を持つかわかるはずです。いたずらっぽくて可愛い小悪魔衣装のステージですが、それだけキャラクター性が強く一人で歌い切らなければならないステージなのでかなり難易度が高いと聞いています。そんな中ココちゃんがワルキーのステージに登場し、ココちゃんバージョンであるワルココを歌ってくれました。とても可愛くて素晴らしいステージで見とれてしまいました。正直他のメンバーがこのステージをやった時ファンが熱狂しているのがピンときていませんでしたが、いざ推しのココちゃんがこのステージをやるとなぜみんながあそこまで熱狂していたのか理由が分かりました。最後にはココちゃんのトレードマークである鼻クリームをしていてとても可愛くて愛おしかったです。私にとって昼公演のハイライトでした。このワルココのステージを見られたことだけでも海を渡って広島まで来た甲斐があったと感じられました。今日は私の推し活史上歴史に残る日だと自負しています。そしてアンコールの時の撮影可能タイムで客席に降りて通路を通っていたココちゃんが私のうちわを見て嬉しそうに手を振ってくれました。本当に嬉しかったです。昼公演が終わってお見送りの時、ココちゃんが私に気づいて名前を呼びながら温かく挨拶をしてくれました。本当に喜びと驚きに満ちた広島全国ツアーの昼公演でした。さらに嬉しいことにこんなに素晴らしい公演が夜にもう一つ待っているんですよね。HKT48 全国ツアー広島公演遠征期の第1話はここまでです。広島夜公演のお話は次の話に続きます。ご視聴ありがとうございました。